皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今羽田空港第3ターミナルにおりまして、今日はこれから中国広東省の広州に行きたいと思います。広州は美食の都と呼ばれるくらいグルメが美味しい街として以前から知っていたんですけど、 YouTube のコメントでも中国の方に食べるのが好きならぜひ行ってみてとおすすめされたのもあって今回行くことになりました。で、なんで美食の都って呼ばれてるかというと、古くから貿易でいろんな国の様々な調味料が入ってきたりとか、あと広州は山があって海があって様々な美味しい食材が手に入る場所ということで美食の都になったということです。天津をはじめとして海鮮、そしてお肉、美味しいスイーツなどなどたくさんのグルメに出会えるのが楽しみです。ということで行ってきます。中国南方航空の搭乗ゲートは一番端っこにあるので、荷物検査通ってから10分ぐらいかかりました。中国南方航空初めて乗りましたが、席は結構ゆったりめ。あと CA さんがめちゃめちゃ身長が高くて綺麗な人ばっかり。厳しい基準があるんでしょうか。今回 SIM は Amazon でこちらの15ギガ30日間使える eSIM を購入しました。飛行機が飛んだら早々にナッツと飲み物配られました。飲み物は常温でした。機内食が来ました。結構豪華な感じ。フィッシュとビーフから選べました。ビーフはハンバーグですね。こっちの方が良かったかな。このスプーンがあるということはハーゲンダッツが出てくるということですね。いただきます。甘辛いジャンクな感じや。ハンバーグもいただきます。ハンバーグうまい。なんかネットで中国南方フォークやばいとかそういう記事が結構出てきてたから大丈夫かなと思ってたけど、支援者もめっちゃ親切だしすごい快適ですね。広州白雲国際空港に到着しました。空港自体がすごい広くて入国審査も結構人たくさんいたけどカウンターの数が多かったんでスムーズに入国することができました。ここから市内までは電車だと約40分でタクシーだと1時間ぐらいかかるということなんですけど、ディディでタクシー呼んだら結構安そうなんで車で移動したいと思います。ゲートを出て右手に進んでいくと駐車場があるんですけど P8 って書いてあるところがディディが乗る場所ということでこちらに向かいます。電車で移動する人もゲートを出て右側に進むとこの木城北駅の看板があるので同じ P8 駐車場の方向と一緒ですね。ゴミ一つ落ちてないしめちゃめちゃ綺麗な空港です。ここ注意なんですけど P8 に向かう途中でタクシー乗り場もあるんですけどここでは DD 止まれないので曲がったら P8 の看板の方向にまっすぐ進んでいきます。日本だともう10月の中旬で軽く長袖着ないと寒いぐらいになってるんですけど、広州はまだまだ暑いですね。飛行機出た瞬間に蒸し暑さがむわっと感じました。ディーディが捕まえられるのは3階ということで3階に上がります。駐車場にめっちゃお土産屋さんとかさアイス屋さんがある。斬新。ディーディのピックアップポイントに着けました。ここで待ちます。こんな感じで駐車場にどんどんディーディの車が来るので自分のナンバーが来たらすぐに乗車していくっていう感じです。無事ディーディ乗れました。空港から市内まで32キロで約1時間ぐらいで行けるそうです。価格が66元なので約1400円で行くことができます。ディーディ安いので荷物多い人は電車じゃなくて車移動も全然ありだと思います。広州は中国の中でも南の方にあるんですけど一年中比較的暖かい地域になってます。1年間の平均気温が22度っていうことで日本でいうと沖縄と同じような気候で過ごせる場所ということで、真夏はちょっと暑いですけど今ぐらいの時期から夏手前ぐらいまでの時期は比較的快適に観光ができる時期になっています。市内中心部に近づくにつれて渋滞が結構激しいです。今夕方なんですけど、あんまり時間に余裕がない時は車じゃなくて電車移動の方が確実かもしれないですね。北京路到着しました。ここは人気の食べ物屋さんとかデパート、そして歴史的観光地などが集まった賑やかな商業通りということです。もうね、見てわかる通り土曜日だからっていうのもあると思うんですけど人がめちゃくちゃ多いです。日本でいう原宿みたいな感じなのかな。若い人がたくさんいますね。ホテルすぐそこなのでとりあえずチェックインしたいと思います。ホテルすんごい場所にあるんじゃないの。この NBA が入ってるこの商業ビルの3階にあるんだって。ホテルの入り口ありました。
今回滞在する1軒目のホテルはスーパータイムズデザインホテルです。ここのホテルは北京路のど真ん中にある超立地がいいホテルです。で、ポップな装飾がポイントのデザイナーズホテルということですが、どんな感じでしょうか。おーい、すごいじゃん。かわいい。めっちゃかわいい。ツインルームのお部屋です。結構思ってたよりも綺麗だし広いですね。価格は1泊1部屋13,200円です。1人当たり6,600円。週末料金でちょっと高くなってると思います。全体的に作りがポップ。ベッドは背中同士で向き合う感じ。ちょっと斬新な配置になってます。枕大きめ。ベッド結構ふかふか。それぞれの枕元にこのコンセントとスイッチがあるの嬉しいですね。眺望自体はそんなに良くはない感じだけど、窓はちゃんと開きますね。建物ビューです。大きめの冷蔵庫があって、お水とかポットとかも置いてあります。冷蔵庫の中にもお水すでに2本。あともう1個。冷凍庫がある。アイスとか氷とかも入れられる。これはこの暑いところではね、すごくありがたいですね。アラームがあって、ティッシュもちょっとなんか面白い感じですね。ソファーはテレビに背を向けた感じであって、大きめなテレビがあります。ホテルのフロントに任天堂スイッチのゲームソフトがめちゃくちゃたくさんあったんですけど、多分ね、借りてここのテレビでやりたいって言ったらできるんだと思う。洗面所がソファーの隣にありまして、鏡は結構大きめ。アメニティ類が講師はないっていう風に聞いてたんですけど、ありますね。歯ブラシ、櫛、あとシェービングキットとか一通りのアメニティ類は置いてくれてます。スリッパもあって、服とかはここにかけられるようになっている。金庫がないのかな。それ以外の施設は全部ちゃんと揃ってる。トイレはこんな感じ。ウォシュレットはついてないです。で、その隣がシャワールームになってまして、ユニットバスではない、一応仕切りがある感じですね。シャワーは手持ちのタイプになってまして、水圧結構強めです。シャンプー、コンディショナーとボディーソープもちゃんとあります。部屋自体はものすごい広いかって言われたら普通ではあるけど、清潔感もあって窓も大きくて空調もきちんと効いていて、この快適さ加減。これで週末価格で1人6,600円。ホテルから出て徒歩1分に大仏寺があって、すぐ北京路の歩行者天国に行けるっていう。これから広州1回目のご飯を食べに行きたいと思うんですけど、やっぱり最初は天津に行きたいなということで、ミシュランに掲載されている有名な天津のお店に行きたいと思います。この北京路の中心から歩いて2、3分ぐらいでね、着くところにあるみたいなので、とりあえず行ってみます。目的地には着いたけど、人が多すぎて絶対入れない気がしてきた。なかなか斬新な突っ切って登れるエスカレーターがあります。一回一回登らなくていいから楽だね。日本の回転寿司もあるよ。めちゃくちゃ大行列できてるって思ったらサイゼリヤでした。人気半端ない。広州1軒目のお店はタオタオジュ。1880年創業で、広州で最も有名で歴史ある老舗の点心レストランです。待ち時間ほぼなしで入れた。店内めっちゃ広いね。迷路のようじゃない？なんか天津食べに来たんだけど、店員さんが出してくれたこのなんか海鮮フェアみたいな感じで、価格を見たら牡蠣とかめちゃくちゃ安い。席に着いたら最初に店員さんが来て、お茶どれにしますかって聞かれたので、おすすめのホワイトティーにしました。いただきます。めっちゃお花の香りする。美味しい。ポットを温めててくれるからずっとあったかいやつが飲めるんです。ここのタオタオジュは伝統的な広東料理が食べられるお店。天津とか、いろんなね他の広東料理も食べに来たんですけど、海鮮も安かったんで海鮮もいっぱい頼んじゃいました。食べてるものがみんな違うんだよね。うわーでかい。いや鳥だよねこれ。おー、鶏がめちゃめちゃうまそうなんだけど、これローストダックいただきます。梅のタレかな。やばい。北京ダックの中の鶏ってこんな感じだったのかなっていうしっかりした歯ごたえの鶏と、皮の部分がめっちゃジューシーで厚みがあるから、もうこれだけで全然食べられる。
やばいかも。コーチちょっと薄っぺらいとこ。米を欲しないジューシーさ。このさ、皮だけのとこ食べていい？ジューシーさと酸味、うまい。エビシューマイみたいな。これ。シューマイやば。エビが1個のシューマイに5、6個ぐらい入ってる。こんなシューマイ食べたことない。醤油とかつけなくても味がしっかりついてる。これ1200円ぐらいしたっけ？1200円だね。安いね。これ1つ240円。どういうこと？ 1つ240円。安い。なんかもう一瞬でテーブルに何も乗り切らなくなっちゃった。さあ食べよう。何から食べようってなっちゃうね。アワビ食べようかな。ミニアワビ。何味だこれ？ガーリック？なんかニンニクと塩のバランスちょうどいいね。うまいわ。広東料理といえば豆腐。赤い米のロールで中の具を巻いてるやつですね。前回上海来た時にテントドクで食べたんですけど、こっちのやつもね大人気ということで頼んでみました。なんかボリューム感が全然違うんだけどすごいでかい。いっぱい頼みすぎたかもしれない。値段がね結構安かったから少ないと思っちゃった。いただきます。味がそんなに濃くはないんだけど、中にプリプリのエビが入ってて、サクサクの衣みたいのも入ってて美味しい。ごまだれがねなんか絶妙に風味を足してくれる感じ。テントトクも美味しかったけどさ、タオタオ重のがもっと美味しい。天津がめちゃくちゃうまいのにさらに海鮮や肉もうまいっていう、なんかすごい総合的なバランスを取ってきてる。牡蠣いこうかな。これなんだろうね、この牡蠣蒸してんのかな。なんか上に黄色い何かが乗っている。いただきます。辛いてうまい。パプリカと唐辛子かな。これ多分私6個ぐらい食べれるけどな。日本だとスーパーでもこの値段で買えないでしょ。買えないよ。だから売ってないよ、そんなでかい牡蠣なの。多分なんですけど、油っぽいものを食べてその後にめっちゃ激アツの茶を入れると口の中の油が一気に流れていくんですけど、なんかそういう流れなのかな。この名物みたいなエビ丸ごと天津。これやばい。口に入れた瞬間に口の中にいっぱいエビが広がる。ここでエビ68元だったから1300円ぐらいかな。安いよねこれで。あ、味噌もあんじゃん。うまっ。海鮮市場に行こうとしてたけど、まさか初っ端から海鮮にありつけるとは。ちょうどいい。ちょこっとエビ食べたいみたいな。エビ甘っ。ちゃんとしたホテルで出てくる味だね。これつけてみようかな、梅の方で。How about this food? ちょっと待って、笑われちゃったね。なんかこの店のいいなって思ったのが、朝はね8時台からやってるんですよ。どっか観光に行く前にちょっと美味しいね天津食べて行こうかなっていうのもできるし、こうやって夜に来て夜ご飯で食べることもできるから、いいスタートを切れてる感じがします。これが広州のそのベースなんだとしたら、もうこの後期待しかないです。これさっき中見せるのを忘れたんでちょっと割って見せますね。本当にすごい量入ってんの。エビが一つのまんの中にこんなにいっぱい入ってるの。もう爆弾みたいになってる。あげるよ半分。これもでも3個しかない。何が一番美味しかった？全部美味しかったからコーツつけがたいんですけど、意外に鶏が一番美味しかったです。北京ダックが好きだから、なんかそれと似た感じのそのパリッてした感じがすごい美味しかった。やっぱメニューのおでかい写真に使われてるだけあるなっていう。なんかいっぱい美味しかったです。ごちそうさまでした。夜の北京路を散策します。
アパレルや飲食店が多く立ち並ぶ歩行者天国。夜になると通りはネオンに包まれ、遅くまで賑わいが絶えません。足元には宋や明の街道以降、歴史と現代が交わる広州を象徴する通りです。でかい獅子がいるお店、何屋さん？雰囲気がなんかあるね。こういう通りって結構匂いがしたりとかするじゃん。ちょっと臭いとかそういうの一切ないのね。なぜか臭豆腐屋も臭くないんだけど、臭いって怒られるのかな。臭いっつって迷惑っつって、本当かいろんな店がいっぱいあるね。買い食いしたくなる。私は今北京路の真ん中にある大フォースに来ました。1000年以上の歴史があるお寺で、中に黄金の仏像とかもあるみたいです。全部がでかい。しかも無料で入れる。迫力がすごいよ。すごっ、広っ。こんなさ壮大なお寺が都会のど真ん中お寺シリーズ結構中国行ったけどさ、ここが一番でかいね今のところ。正面にとんでもないのがあるからちょっと見に行こう。ダーフォース正面まで来ました。迫力がすごい。めちゃくちゃ明るいよ。北京路の真ん中にこんなのがあるなんて信じられないですね。しかも無料で見れる。多くの人で賑わってます。そしてその反対側には大きなデパートが建っている。このギャップに本当に驚かされますね。おはようございます。今日はこれから上下級エリアに移動して老舗のワンタン麺屋さんにお昼ご飯を食べに行きたいと思います。ミシュランにも掲載されているお店ということで行列もできたりするらしいんですけど、日曜日なんで今日はどうかな、混んでないといいんですけど、北京路から上下級エリアまではタクシーで12元で行けるそうです。240円安。この値段だったらタクシーで移動しちゃってね、全然いいですよね。大通りから路地を入っていったところにあるって、なんか雰囲気あって面白い。この辺あ、すぐ入れそう。メニューは看板で書いてある形みたいなんで、写真見せて頼もうと思います。今11時半ぐらいなんですけど、日曜日結構空いてますね。汁なし麺と、あとワンタン麺と揚げワンタンで 43.5 元だから1000円いってないね。ちょっとまず混ぜないと。何も入れないのかなこれ。とりあえず牛バラ肉っぽい。でも何も入れないで一回食べてみる。うまいこれ。待って、これすぐ食べ終わっちゃうかも。この絶妙な麺の硬さと肉の柔らかさとこの癖がない味は何なの。辛いの入れたい。それ辛いのかな。このラー油的なのをちょっとかけてあらミスったわ。ちょっと信じられないか。これについてきたスープだ。優しい。辛くなっちゃったかも。そんなに辛いと思わなくて。ちょっとまずワンタンからいただきます。プリプリのエビワンタン。ワンタン麺の汁はほぼ味がないから、この胡椒を入れるのかな。入れた方がいいよね。ちょっと混ぜて。辛いの入れない。ちょっとなしで味が一緒。なんかこの麺がパラパラしてて噛み応えがあるのに硬すぎなくてうまい。これワンタン麺もうまいけど、この汁なし麺やばない。これはうまい。やばいよね。もう一杯食べれるレベル。早い時間に食べに来て、今日も頑張りますかってなれるような、そんな味。お店自体もすごい広くて、なんか席ね、一見食堂みたいな感じなのかなと思ったら、その反対側の路地にめちゃめちゃでかい店舗があって、なので基本行列ができても回転早いんじゃないかな。じゃあ一口しか食べてない。
ももうワンタン麺もうない。うもう一口しか。ない。足りないよ。でもなんか本当にもっと食べたかったのに気づいたら多分2人とも今そういう気持ち。揚げワンタン来ました。あ、すぐ食べれるやつだ。これ多分チリソースだよね。甘辛い。うまっ。ちょっと想像してた食感と違うわ。日本とかの揚げワンタンのイメージでパリパリのイメージだと思うんですよ。これサクふわ。本当にこの見た目でどうせサクサクしてて知ってる味でしょっていう風に思うと思うんですけど、全然違う。これは絶対食べなきゃダメなんじゃん。皮がどうしてこんなにふわふわになる？ここのお店の必食はこの揚げワンタンと汁なしの牛肉麺が美味しいなと思います。ワンタン麺はね、多分他の店で食べてもそんなに変わらないんじゃないかな。絶対食べきれないだろう、朝から揚げ物なんてみたいな感じだったけど、うまくて見た目と味が違う。なんかシュワーって感じ。すぐ食べ終わっちゃったけど、他のお店も行きますか。ごちそうさまでした。1000円以下。道端にすごいフルーツたくさん売ってる。唐辛子みたい。みかんって書いてある。みかん？なんとかかんって書いてある。食べる。大丈夫。今の行ったお店から歩いて3、4分ぐらいで着くところにミシュラン掲載の有名な牛乳プリンのお店があるので、そこに行きたいと思います。なんか牛乳プリン以外にもいろいろありそうなんでね。人がどんどん入っていくよ。12時、超混んでます。なんかね、さっき店で食べたのと同じようなのもあって、麺食べてる人も結構多いよ。注文してから1分で来たぞ。早っ。結構固め。うまっ。想像通りなんだけど甘すぎなくて美味しい。甘いのが好きな人はマンゴーとかの方がいいのかな。子供に悪いものは食べさせたくないよっていう親御さんも食べさせられそうな味のミルクプリンって感じ。名物のチョーフも一旦ここで食べてみようかということで、牛肉入りのチョーフ、卵追加で2元で入れました。いただきます。なんか米粉のクレープみたいな感じで、蒸し料理だから熱いんだよね。朝ごはん。お肉は片栗粉でコーティングしてあるのかチュルンってしてて、この皮はもう言わずもがなチュルンチュルン。お肉がこんな感じで入ってて、卵はもうクレープ状に溶いて一緒に蒸してあるって感じです。胃腸が弱った時にでも食べられる、油分ゼロみたいな。菜の花付き。パンチ求めてきちゃうとちょっとがっかり。お母さんが作ってくれたプリンの味みたいな、こういうのを美味しく感じられる人でいたいよねってそういう味なんですけど、惜しみなく手作りの、美味しいじゃん。食感が牛乳寒天とかって結構日本でも食べると思うんですけど、ああいうなんかシャリッとした感じじゃなくて、もう本当にもっちもち。2個頼もうかなと思ったけど1個でよかった。思ったよりも腹にたまる。さすがにお腹満たされてきた。牛乳プリン美味しかったです。で、そのお店のすぐ近くにヨーチンファンっていう開発された昔ながらの街並みを楽しみながらショッピングとかカフェしたりできるような場所があるみたいなので、そちらに行ってみたいと思います。あ、もう歩いて30秒ぐらい。上海でいうタゴボウみたいな感じかな。大連でいうなんかでも DJI があったりとかDJI 入ってみようか。 DJI のショップに来ました。日本よりもだいぶ安いですね。セールやってて1万2万安い製品がたくさんあります。でしかも免税が効いて 9% 戻ってくるから、中国で DJI 買うの結構お得だと思います。おスモ360を買ったんですけど、お水も出してくれて初期設定までやってくれて、めちゃめちゃ手厚いですね。オスモ360買いました。DJI の次はポップマートが隣にある。行ってみよう。なんか買い物楽しいなこの辺
ラブブはさ人気だからないんだよね多分。スパイファミリーとかさ鬼滅の刃とか日本のキャラクターとのコラボもあるんだ。最近クライベイビーめっちゃ可愛いなと思ってたんで、このパスケース買ってみます。クライベイビーのパスケース買いました。なんだろう、歴史館みたいな感じ。昔はここは商業の施設だったんですみたいな。でこのエリアが昔どんなところだったのかっていうことをこういう風に変わったよってそれ涼しめるスポットになってる。服屋さんとかあと写真撮れるところもあるわ。歌人青年でもこれ多分うまいと思うよ。200円手打ちレモン茶買えました。 9.9 元。うまっ。午後の紅茶レモン味って感じ。お映えスポ。あれ乗れるんじゃないの？乗る？あ、公園まで行ける？でこの文東ってとこまで行くらしい。ここから公園まで1本で遊覧船で行けるっていうことなのでチケットを買いました。遊覧船に乗りましょう。で、いや片道だと65元、往復だと80元。なんか今の時点でもう広州すごいいいです。物価も安いし人も優しいし天気も今時期すごいちょうどいい。釣りしてる人がいっぱいいるんですけど何を釣ってるんだろう。あ、ここか。あっという間に15分ぐらい乗って文東に着きました。すごっ。なんか今更だけどどこもかしこも作りがすごすぎて脳が追いつかない。またおしゃれなスタバ。作りがなんかすごいね。石棺様式。石棺の伝統的な建築様式が見れるエリア。レイシー湾公園に来ました。パンタンウーユエ歴史文化街区は壮大から900年以上続くリワン区の古い村落の息づく場所です。青瓦と灰色のレンガの建物が並び、住まいとしての暮らしが今も静かに続いています。音がでかいから。本人も自覚あり。いや普通にガチ住んでんだと思うな人。今夕方なんですけどホテルの近くに見た目が斬新で美味しそうなカニ麺のお店があるのでちょっと小腹を満たしに行きたいと思います。ありました。ここです。そんなにめっちゃ高いわけじゃないね。そうだな。なんか注文はできたんですけどテーブルの QR コードで決済しようと思ったらできなくって、で店員さんにレジでお会計をしたんですけどその時になんかアプリ出せみたいな感じで言われて何って思ったらなんか割引券をダウンロードして割引して400円安くしてくれました。優しいね。今3個頼んであとなんか麺もなんか大盛り無料みたいな感じだったんでちょっと麺も増やして106元だから2000円ぐらいか。お茶を出してくれたんですけど生姜茶みたいな感じ。美味しい。あと麺追加で頼んでみたんだけどすっごいなんかたくさん麺が来た。これさ1000円。うんうん。結構量多いかも。卵がすごい入ってる。これ何がいないの？なんか名前書いてあったけどね。この麺速攻で固まるからいただきます。おいしい。クリーミーだ。カニの味がほんのりする感じ。あ、これ紹興酒の味する。ちょっと違ったかもしれない。食べ方間違えた。ほぐして出して食うのかな。こうやって入れちゃっていい？あ、結構あるじゃん食べるとこ。こんなもんだよね。もうないよね。卵をほぐして入れて豪華になりましていただきます。あ、美味しい。
急にジューシーになったな。このカニをそのまま入れるっていう案はなかったから、また新しいカニ麺の味ですね。来ました、カニの小籠包。一口は無理だな。これなんか米入ってるな。いただきます。カニ味噌おにぎり、うまっ。おにぎりやこれ、もち米。中にカニ味噌が埋め込まれてる感じですね。本当におにぎりみたいだわ。味が、味自体がカニ味噌おこわだ。なんか同じ料理でもその年ごとの解釈みたいのがあって面白いね。やっぱみんな入れちゃってる情報とかも。本当にペロッと完食。ごちそうさまでした。近くにエビ釣りのできるお店があるみたいで、室内釣り堀みたいな感じだと思うんですけど、行ってみたいと思います。見て日本のラーメンすごい混んでるじゃん。グリルドイールライスってうなぎ丼なんですけど、ここにバターだよね。これが美味しそうだけど、なんか辛い豚骨でハンバーグも入れちゃうみたいな。11周年だよここ。老舗ですよ。カエルの店です。ここカエル肉店。見て、グリコを模した生地感しかないよあれ。だけど刺身すき鍋放題ってことは、これ刺身とすき焼きの鍋の食べ放題の店ってこと？てかここさ、ちょっと日本の料理屋多くない？その隣たこ焼き、お好み焼き、たこせん、鶏唐揚げ、ちび唐揚げ、鶏皮せんべい、生ビールって。すごい、制服も日本の居酒屋。猫カフェがすごいんだけど手前にめっちゃ猫がいっぱいいる。なんかみんな楽しそうにのびのびしてんなっていう。なんか小腹を満たせそうな。大体どこも入ってんの？ねえ、これが週末だからなのかいつもなのかがちょっとわからないけど。待って、マジこの辺なんだけど。あった、ここや。行ってみましょう。本当にあるとこ。でも1階だ、ここだ。100分2人だとこれ250、5000円。5000円50匹ぐらい釣らないと。日本の釣り人として野生の感性でいっぱい釣っていかないといけない。100分で2人で250元、ドリンク付き約5000円ですね。結構高い。砂肝みたいな餌が小さい。小さい。 OK。 あ、細長く切るんだ。OK。 めっちゃ見えるじゃん、あそこにいるなんか難しそうだよ、台湾よりも。目で見えるからより難しい気がする。あ、来ました、追加がいっぱい入ったよ今。みんな移動してきました。いっぱいエビが入ったかな。進行方向に来るエビに向かって、あ、持った。あ、逃げる。後ずさりする。これむずすぎない？散々食ったあげくポイしました。誰も釣ってないからな。別になんか上手い人の参考とかないんで。食いました、マジで。今私の餌を食っているこいつは。まだ吐き出すのこいつ。この真下にいるこのエビ食ってるんですよ、私の針を。あ、めっちゃ逃げるよ。40分ぐらい経ってまだ1匹も釣れてませんが、食ってんだけどマジむずい。やっと釣れた今のところ5000円のエビになります。2匹目釣れた。コツをつかめた気がします。ほい、釣れました。いやマジで完全な引っ掛け、ショックとストレスが重なった全く釣れないという結果で終わりました。1時間半やって5匹小エビ。あー、めっちゃ面白いこれ。みんな着飾ってさ踊ってんだ。すごい自由な感じだな。自由すぎる公園。でもね、秩序を守るためかね、警察の人もちゃんといるんだよ。はい、11時になりまして、やっとお腹も空いてきたので、これから夜ご飯を食べに行きます。甲州式の火鍋のお店に行きたいと思います。牛肉火鍋なんですけど、新鮮な牛肉を切ってくれて、それを食べられるっていうお店だそうです。昭和ビーフ。あ、夜遅い時間だけど結構にぎわってます。変な、やっぱおしゃれな感じなんですね。火鍋屋さんって感じじゃないね。
QR コードで注文です。ビールを飲みたいわけ。ここはなんかすごいでかい肉の盛り合わせみたいのがあって、それをね食べたくて来たんです。バドワイザーのいいビール。ありがとう。美味しそう。なんか7つの肉の量が全部が少ない量しかもうなくてみたいな。7種類これらの肉を頼めばやります。あ、いいじゃん。セルフで7個選んで頼むという方法で解決しました。タレは1人6元払ってセルフで作ります。種類がたくさんあります。3種類作りました。ごま油ベース、ごまベース、醤油ベースです。スープ。あー、うまい。うまいよ。牛骨スープだ。ね。うまっ。マーラー飲んだ？辛いけどめちゃくちゃうまいよ、このマーラー。牛骨ベースのマーラー。雲南省のキノコです。黄色いのがね、ちょっと画面じゃあんま伝わらないんだけど、トリュフっぽい匂いする。美味しいんじゃないのこれ。えのき16元です。もう11時半にこんな火鍋食べて楽しいな。肉の盛り合わせが多分もうそろそろできると思います。すごいって。すごいのが見せ。食べれるかこれ。めっちゃ笑われてる。すごい恥ずかしい。どこまでこれ耐えられるんだ、この表面張力に。7種類の肉が入っていることは確か。全部種類違う肉。全部バラーってこうならないのかな、これ。取って、ここでこう12秒とか書いてあったよ、全部。16秒とか。新鮮だからすぐ揚げるっていう。これでちょっといただきます。めちゃめちゃ柔らかいんだけど、油が乗ってるとか乗ってないとかじゃなくて、油がないのに硬くなくてパサパサしてなくて美味しい。斬新ですよ。でこれタンなんだよ。タン絶対うまいと思うんです。これ貼るのもなんか申し訳ないです。本当こんな夜中に労働させてしまったねみたいな。集まって全員笑ってたんだけどそこまでして食いたいのみたいな。12秒か16秒いただきます。うまい。ジューシー系。うまっ。これ全部さ、1皿29元から38元なんですよ。1000円いってないのね。すごい。じゃがいもをここまで麺っぽくできる技術。ごまだれで。牛肉にその特化した甲州ベースの火鍋ってどんなもんかねって思ってたけど、最高。すごいうまいね。今まで食べた中国の火鍋の中で一番うまいね。この盛り合わせで5000円だから、これ嬉しいじゃん。2人で食べてますけど、多分4人ぐらいできたらこれと野菜頼んでちょうどいい感じ。これ残るやん、これでも絶対新鮮。雲南省のキノコの色が変わってオレンジになりました。あ、このキノコうまっ。なんか香りが。麺です。ちょっとだけ本当にうまい。このチュルチュル麺といただこうかね。うわ、本当にうまい。火鍋最近好きすぎて家でもめっちゃやるんだけど、気づいたことがあって、あんまり油乗りすぎてる肉は火鍋には合わないんです。そもそもこの新鮮で柔らかいのに油が乗ってない肉っていうのがものすごい火鍋に合って本当に美味しい。食べてほしいね、なんか日本の人にも。2人だと多いけど3人だったら余裕。余裕ですね。だから何も食べてなかったら全然余裕。肉が全部入りまして、お腹もパンパン。もう12時過ぎて眠くなっても来ちゃったわけ。食欲が満たされてちょっと歩き疲れたのもあって、あともうちょっと眠いっていう方向に行ってます、脳が。最後に肉と麺食べて。お腹いっぱい。美味しすぎました。ごちそうさまでした。12時を過ぎたらあんなに賑やかだった北京路も一気に人がいなくなって、お店が終わって静かになってしまいました。明日からは上下級エリアに移動して、そっちの方の美味しい食べ物をたくさん食べたいと思います。
トスムージーを買ったんですけど、グレープ味にしました。めっちゃうまい。12時過ぎてやってんのありがたいね。今日はですね、ホテルの目の前にあるダーゴーファンという鳩が有名なお店でお昼ご飯を食べたいと思います。本当にね、ホテルがこの後ろで真ん前なんですよ。昨日のね、夕方とか本当に2時間待ちぐらい人が大行列してたんですけど、今ちょうど11時でオープンしたてなので空いてます。行きましょう。あ、2。2位在2樓啊。おー、めちゃくちゃいろんな賞を取ってるんですね。毎年取ってます。これオープンして6分の感じじゃないけどな。まずはお茶を選ぶ。ウーロンティー。啊，要喝什么？ウーロンティー。アミューズメントパークのようにいろんな装飾がなされている。映えですね。オープンしたてだったらこれ普通に入れる。広いから一気に入れる。ここのお店ダーゲーファンっていうお店なんですけど、2007年に鳩王を名乗る創業者の方がいまして、その人が年間350万羽の鳩を供給できるとして、どんどん人気が出て、今は広州を中心に全国的にチェーン展開しているお店ということです。350万羽ってすごい数ですよね。店員さんが、お茶を入れるところにウーロン茶入れてくれたんですけど、こっちの器も置かれたんで、おそらくこう洗うってことなんでしょうね。こうやって合ってるかな。手袋が男性用、子供用、女性用ってあります。この30分砂時計って自分たちの滞在時間のことかと思ってたら、そうじゃなくって30分以内に届けられなかった料理は全て無料で出しますって。だからすごいね。だって土鍋ご飯だよ。だから早く食べて早く帰ってねっていう意味ですね。絶対的に早く出せる自信がないと。で、あの行列だからね。なんか美味しそう。甲州名物鳩いただきます。頭がない。頭食べないよ。これ頭残してたじゃん。どうしてそういうこと言うの。どうやって食べるの。こっちかな。いや、これをかぶりつく。いただきます。うまっ。香ばしい。食べるところ超少ない。めっちゃ食べる。超少ないけど超うまい。肉汁がかなり滴り落ちてくる。北京ダックよりも鳩の方が皮も薄くって肉もこう薄めだから、ちょっとあっさりしてて食べやすい。噛めば噛むほどなんかその肉の味、それがこう今まで食べたことがない旨味って感じですね。お口直しのジュースもついてくる。オレンジみたいな匂いもするけど、めちゃめちゃ口直しになる。続きまして、なんか残り数少なくなってたかぼちゃまんみたいなやつ、手作りって書いてあった。うまっ。お菓子だね。あんにかぼちゃとなんかもちもちする何かが使われてて、中にジャリジャリの砂糖とごまとナッツが入ってる。これなんかヤムチャってこういう感じ。これさつまいもの茎の炒め物みたいな名前がついてた。うまい。シャキシャキ。ガーリック効いてて、見た目通りの美味しい中華の炒め物とかね。ちょっとこう噛んでると粘り気ある。チャーハン欲しい。これ多分ご飯来たら一緒に食べる感じ。おお。啊，这些都吃吗？オッケー。肉も入ってて、こうパクチーとショーでもよかったの。よかったよ。我们2分钟口感会更好。茶碗蒸しいただきます。茶碗蒸しか。美味しい。味が薄いね。茶碗蒸しです。具がない茶碗蒸し。箸休めって感じかな。メインのトリュフ鳩ご飯いただきます。
土鍋で香ばしい匂いがします。ご飯もねちゃんと全部30分以内、ギリギリ25分ぐらいじゃないですか。砂時計あとちょっとでね全部ちゃんと運ばれてきました。トリュフさめっちゃいっぱい入ってんのよ。大サイズ頼んだんですけど欲張って多いです。2人だったら確実に小でいいわ。いただきます。お米はさ見た目結構細長めのお米。うまっ。何がどういうバランスかわからないけどめちゃくちゃ香ばしくって鼻からトリュフの香りがして、あとの肉の旨味なのかこの油の感じ。なんで炒めてねチャーハンみたいになっちゃう。パラッパラ油でコーティングされてる感じ。ハトの肉こんなうまいんだ。姿のやつよりうまいじゃん。おこげの部分もたくさんあって、香ばしい。鳩の油でまろやかに存在感があるお味になっていて、なんか全部のそのさっきの鳩の丸焼きとか野菜炒めとかと合わせて食べるんだろうなって感じ。これはでも今まで食べたことない味です。ご飯と合わせるとうまい。やかんに入ってるウーロン茶がずーっとあったかくて最高。これでデザートにこのかぼちゃを食べる。あー美味しかった。ここは本当にいろんな料理もあるし、料理の提供もすごい早くていいんですけど、 2,3 時間待つとね、そもそも多分日本人にそこまで馴染みがない料理が多いから、待ったけどこういう食べれなかったとかなったらちょっと悲しい気持ちになっちゃうかもしれないので、食べる価値あるものばっかりなんですけど、11時にランチでパッと来て食べるのがいいと思います。ごちそうさまでした。ご飯食べ終わって今時刻が12時半なんですけど、めっちゃ混雑してました。あ、続々と人が入っていく。上下級の中心に着きました。雰囲気あるな。看板がものすごい数立ってて、道は結構細めなんだけど、ここ夜来たらネオンがすごそう。だから今ベンチ座ってたら突然販売する方がいらっしゃって、彼は私に靴のこの汚れを取るのを売るっつって、だからもう動画撮っていいって言って、綺麗にしてくれてて、でこれはね、じゃあ1個いくらなのって言ったら2本で2000円っていうから、いや2本もいらねえなっつってでも本当にめっちゃ綺麗になったんですよ。いや安い。本当だ。ガチ綺麗なんだよ。こっちももう汚いんだけど5分ぐらいずっとやってくれてんだ。もう買う1個。バイワン。小負けして買ってしまう。バイバイ。ほら見て、ピッカピカになった。中国のサイトでしたね、売ってるの見たら。全部で同じ値段。同じ値段。2軒目のホテルは上下級歩行路から徒歩2分の立地にあるコスパのいいホテルにしました。今日泊まるお部屋は5階の519号室です。立地と安さ重視で選びましたが、どうでしょうか。めっちゃ綺麗。ここ1泊1部屋6500円です。1人当たり3500円いかない、めちゃくちゃ安いホテルです。ベッドがクイーンサイズで大きくドーンとあって、ベッドの横に空調と電気系統、コンセントもバッチリです。ベッドの前に大きなテレビがあります。ソファーは備え付けの簡易的なものですが、広さは十分。テーブルも大きめです。下は道路になってますけど、目立った高層ビルとかもそんなないので開けてますね。お水が2本ついていて、おしゃれな形のカップとポット、お茶もあります。ここ写真見た時冷蔵庫だと思ったけど、まさかの空洞。ここに冷蔵庫じゃないの。洗面台、ハンドソープ類があって、この中にアメニティが入ってるのかな。歯ブラシ、櫛、シャワーキャップ、コットン、一通り用意してくれてますね。タオル類はここにあって、ハンガーですでに置いてますが、荷物置き場。ドライヤーはダイソンみたいな、これ風量が強いやつですね。スリッパもあります。体重計もある。この安さでもう一つ驚きなのが、シャワーとトイレが分かれてるんですよ。シャワールーム。
十分な広さで手持ちタイプのシャワーです。ボディーソープ、コンディショナー、シャンプーも備え付け。水圧も十分あります。トイレ。めっちゃ綺麗。広。一人3500円でこの安さは半端ないね。冷蔵庫ないんですかって言ったら、この部屋のホテルは全部冷蔵庫ありませんって言ってたんですけど、氷が欲しかったらいつでもあげるし、今冷たい飲み物を渡すねって言ってこれくれました。優しい。今タクシーで公衆タワーがあるあたりに移動してきたんですけど、急にものすごいハイテク都市みたいな見た目に変わっちゃって、高層ビルばっかり。こんなに変わる？いやー、タクシーで30分くらいかかったけど、全く違う広州見学エリアに来ました。ここは広州の経済ビジネスの中心であり、近代的な高層ビルが立ち並ぶエリアということで、とにかく高層ビルだらけです。で、反対側を向きまして、ここは拝神社島というところにあります拝神社公園というところに来ました。ここはですね、主港に浮かぶ島なんですね。主港は中国南部を流れる大河で、長江黄河に次ぐ中国第三の川ということです。目の前には広州タワーがドーンと見える絶景公園となっております。今5時半なんですけど、6時になるとこの辺り一帯が全部ライトアップされるっていうことなので、少し待ちたいと思います。今日の晩ご飯は海鮮を食べようということで、黄砂水産交易市場というところに来ました。ここは生けすの中で生きている海鮮を選んで調理して食べることができて、値段も結構安いと評判のところです。ということで行ってみます。今ね8時前で、なんかGoogle マップとか見ると24時間営業ってなってて、何時までやってんだろうと思ったけど、まだ全然やってますね。いろんなお店がありますよ。カニ食べたいんだよね。非常に撮影しづらい。昨日食べたカニや。めっちゃ歩かしてくんないじゃん。你们2个人是吗？ How much？ 是500克。タラバガニ1匹いくらですか？交渉中。3キロで2万円です。3キロ2万円。聞いてみて、いくらですか？でかいよ。ベリーコース。1斤190。1斤って 500g だっけ？1キロ380元ということは、でも3キロで2万2000円だから、こっちの方が安いじゃん。もっと安くなるかな。なんか1個ずつ全部お店が違うんだ。うわ、でかっ。うわ1斤が165ということは、いろんなところで価格を聞いたんですけど、なんかタラバガニ自体はだいたい1キロ6600円ぐらいで食べられるような感じ。一番最初に行ったところが結構安くしてくれそうな感じだったんで、ここで買おうかっていう。これはこれは1個待って、カキとこの1個300円だって。何個食べる？じゃあこれは5個で。5個？そんな食える？あとおお。なんか違う種類。ねえ、これ何ガニなんこれ。全然見たことないカニでできたけど。まあじゃあ測って。違う 2.9 個。2万3000円ぐらいするんだな。ここに決めたから安くしてほしいです。2万1000円。でもここに戻ってきたよ。これ。どうぞ。お兄さん、オッケー。2万円になったよ。先生。3キロで2万ってことは2万割る3だから、これ6660円。プサンより全然安いですね。変えまして、今から付属のお店で値下げ交渉をしても嫌な感じじゃないですね。笑ってたし。広い宴会場みたいなとこ来たよ。カニの食べ方を選ぶんだ。山東。3種類にしてくれるそうです。做山東吃飯。結構高級なディナーになっちゃいましたけど、よかったんでしょうか。加工ビール、白ビールって書いてあった。はい。フルーティーなんだけどうまい。
カニの一品目、多分揚げたカニ。あまりに静かに置かれたので料理名が全くわからない。日本だと基本カニはもう豪華だから、とりあえず塩茹でして酢をつけようぜという文化。中国は違います。新鮮な魚介類も容赦なく中華料理にしよう。これどこの部分をどうやってるのかが胴体。食べやすくなってるの。切ってある。新鮮なさっきまで生きてたタラバガニをさ、揚げちゃうんだ。いただきます。やばいこれ。何味これ？香辛料味。食べるところめちゃくちゃあるぞこれ。ホクホク。最高。味が単調にならないで。今までの人生で食べたカニの食い方の中で一番好きかもしれない。ずっとマヨを持ってこうって言ってた自分をちょっと殴りたいですね。アワビは辛いので食べたいって伝えたらこんな感じで炒め物にしてくれました。一つ一つがなんか思ってたよりもアワビがちっちゃかったの。違う、なんか殻から外しちゃうとこうなっちゃうよね。唐辛子炒め結構辛いんじゃない？いただきます。辛い。結構ここに入ってるメインの食材がアワビである必要があるのかという風に聞かれるとちょっともったいないかもしれないと思うけど、アワビの価格の安さを考えたらここでしかできない食べ方って感じ。アワビがうまーくこのマーラーにコーティングされていて、コリコリっていうかふわふわ染みててめちゃめちゃうまい。あ、うまい。ナゲットみたいにカニ食べたことありますかっていう。うわっ、で俺がなんでタラバを食べさせてあげようかなって思ったら、昨今の物価高で日本じゃ食えないみたいな、高すぎて。そうだね、こんな大きなタラバ食べたことない。でしょ、もちろん大連とかさ、他の都市も行ったけど上海とかもさ、絶対もう高すぎてもう麺も食れなかったじゃん。でもここはまだ手が届くから、高いけど手が届くから。待って、とんでもないの来た。ちょっと待って、胃袋が死んでしまうんじゃないのっていうぐらいとんでもない量のガーリックが乗ってます。大丈夫かな、私の胃は耐えられるだろうか、この大量のニンニクに。ガーリックかき。久しぶりこういう牡蠣。日本で食べる牡蠣の味に近いわ。一瞬だけ海の香りがして、そこにガーリックのパンチと油がドーンってきてめっちゃうまい。非常に海ですね。生ですこれ。蒸して多分1分。大丈夫、さっきまで生きてたから新鮮だからそんな蒸さないでしょって。ビールが若干ぬるいのだけがちょっと悔やまれる。あー、これメインいっちゃいますか。カニいただきます。ガーリック蒸し。うまっ、弾力が。今年食べた海鮮の中で一番パンチありますね。これニンニクを多分30個ぐらい使っている。やばい、これうますぎる。カニの茶碗蒸し来ました。甲羅の中に卵イン、中があ、もう味噌じゃん。それ味噌っぽい感じになっている。うまい。やばい、これすごい。これが本当のカニ味噌茶碗蒸し。だってタラバってそんな味噌入ってるイメージないんだけど。これやばい。ちょっと待って、茶碗蒸しめちゃくちゃうまい。中国は食い方なのね。あ、ビールに氷入れたらちょうどいいわ。爪。あ、すごい弾力があるんだけど爪。ブリンブリン。ここのタラバ身入りがめちゃめちゃいいね。だからくっついてんの。開いたらぎっしりなの。ほら。でこれたまにね、ほんと今まで何回か失敗があるの。こう身入りがあるから取れづらいっていうか。全部ほぐしてすっごい食べやすくした。
あー、本当に美味しくいただきました。ということでごちそうさまでした。最後今お会計して調理代とあとビール1本頼んだのが226元だったんで、約5000円いかないぐらいで、買った魚介類とこの調理代含めて全部で日本円にして2万7000円弱ぐらいだから、1人当たり1万3500円。まあ高いですけど価値はあります。なんかミシュランのコースに行くのとこっちがどっちがいいですかと。多分これ4人分ぐらいを2人で食べてるからね。そうだね、マジで。ホテル戻ってきましたが、こんな12時の夜中にロボットが廊下を掃除してくれてます。ありがとう。おやすみなさい。おはようございます。今日は今お昼のもう11時ぐらいなんですけど、これからミシュランビブグルマンに掲載されたイーミヤン焼きそば麺が有名なお店に行きたいと思います。ホテルからそんなに遠くないっていうことなので、そのまま歩いて向かいます。朝涼し寒い。こんな天気変わる？一昨日来た時灼熱の暑さだと思ったんだけど、ここ行きたい。ここ市場ちょっと通ろうよ。果物とか売ってんだ。なこれ美味しそう。卵めちゃたくさんの種類の卵や。お肉プランプラン。おお、エビだ。エビ釣りで釣れるやつや。500g30 円。買った方が安い。あ、ここです。ケンキーミンディ園は広州で半世紀以上続く老舗の麺専門店です。代表的なのは弾力のある微風麺とシャズや豚骨、冷魚などの旨味を凝縮したスープ。素朴ながら深みのある味わいで地元の人に長く愛されています。あ、残念なお知らせ。麺が入ってるじゃなくて、これ麺のかけらでした。確かに一緒のところで茹でてるなとは思った。牛肉焼きそばみたいな。いただきます。ほとんどの人はこれ食べてる。大中小ってサイズがあるよって言われて、小にしたけどだいぶでかい。牛バラホロホロでうまい。ちょっと八角みたいな、なんかスパイス系の味がして、この麺は茹でたてなんだけど、くっつく感じじゃなくてパラパラしてて美味しい。なんかね、食べたことがない味。ラー油をね入れて食べなさいということで、レジのお姉さんが教えてくれました。ラー油にもスパイスが入ってる。おいしい。焼きそばにスープがついてきて、それいただきます。うまっ。牛骨だ。美味しいね。このスープがむっちゃうまいわ。見渡す限り観光客の人も結構いるし、地元の人もいるし、半々って感じかな。ワンタン麺いただきます。まずワンタン。エビワンタン。あ、スープ一緒じゃん、これと。ワンタンうまい。パイナップルソーダ。あ、うまっ。子供の頃に飲んだ味って感じ。レタスと牛バラのお皿。多分新食感。おいしい。好き。なんかね、このレタスがシャキシャキ、麺にコシがある、で牛バラのホロホロ感が合わさると、なんかもうバランスがいいです。味が好きなの。この麺なんだよな。一回揚げてんのかこれ。美味しかったです。ごちそうさまでした。
ワンリンプラザというところに来ました。このワンリンプラザは雑貨やインテリア、おもちゃなどを卸売している専門の大型問屋ビルっていうことなんですけど、広さがなんと東京ドームに匹敵する広さで、この建物の中に1000軒以上の店舗が入っていて、とにかくいろんなものが売ってる場所っていうことです。日本はもちろんのこと、世界中のバイヤーが仕入れに訪れる中国有数の雑貨問屋街ということで、何か気になるものがあったら買えたらなと思っております。なんかよくアマゾンとかで中国製のなんか製品、電化製品とか売ってたりとかすると思うんですけど、そういうのもね、こういうところで交渉して大量に仕入れて日本で売ってたりとかするみたいです。地下1階から全部で10階まであります。めっちゃ店舗あるのかもしれない。ここ小売エリアなのかもしれないし、ダイソン売ってるけど、これダイソンっぽいやつ。ダイソンって書いてある。ダイソンじゃなかった。ダイソンの文字に寄せてただけだった。ここでこうさ、ビジネスチャンスを探して仕入れをするのかな。旅行中に使うリュックとかどう？こういうの。ただちょっと昔のイメージと違ってちゃんと使えるものを、しかもこんな門構え綺麗にして売ってるって我がブいう。ランドかのように。しかもね、これ動画じゃ伝わらないけど、すっごいいい匂いしてる、なんかフロアに。とにかく快適買い物が大前提みたいな感じ。綺麗すぎて戸惑うんですけど、若干。なんかすごいね。てかこれもう大型ショッピングモールだね、本当に。なんかいいじゃん、こういうの。ちょっとしたものをさ、入れたりとかするもの。20元。しっかり重いね。これで400円なの？ないですよ、これ。しっかりすぎ。すごいね。さっきこれ無印は200円でした。ルイ・ヴィトンとか書いちゃってる。ラブブも全部200円で。そう、この壺型のやつ。割れちゃうか。こういうさ、つけ爪とかも日本で通販でよく売ってますよね。これが欲しい。じゃみんな好きなの、うちの友達喜ぶんだよ、みんなあげると。かわいい秋冬っぽいヘアアクセサリーいろいろ買ってみました。だいぶ値段交渉しまして安くなりました。全部丁寧に梱包してくれて、6個買って120元、1個400円しないぐらい。日本の半額ぐらいじゃないですか。最初4000円って言われたからね。半額ぐらい安くなってるんで、小売店でも基本交渉っぽいですね。韓国より安いと思う。1万ぐらいする食器ね。でっかいスプーンないかな。これだったらまだなんかおしゃれかも。すごいね。ちょっとバリ派手なんですけど面白いんだけど、これでも輸入品、逆輸入品な気がするんだけど、もう信じられないギラギラ仕様のヘアブラシ。なんか可愛いトートバッグの店。ダイソンもどきがすごい安い。でも簡単だよ。 Bluetooth で接続して、このカラオケマシン1万5000円だって。上下級のメイン通りに来ました。今日の夜ご飯は最終日の夜ご飯になるんですけれども、やっぱりもう一回天津と広東料理の美味しいお店に行きたいよねということで、有名なお店に行きたいと思います。北京路に比べたら人は少ないかな。結構ね、この通りにある服のお店とか安くて可愛いのが多くて、昨日買い物しました。ガラガラ。ガラガラです。だって平日だから。ここ多分ちょっと高級だから。結構デカめ。講習最後の晩ご飯いただきます。このお茶は癖があります。ここは QR コードの注文じゃなくって店員さんにメニューを見て伝えるっていう形だったので、今までの中で一番注文が難しかった。わー、美味しそうなの来ました。これこそ広東料理のクリスピーポークや。いただきます。好きな味。激うまいですね。皮の部分のサクサク感は想像よりは薄め。アワビご飯とアワビと魚の浮き袋かぶってます。オーダーこれ安くない？これ28元。これタレをこうやってかけんね、多分。あんかけご飯、アワビご飯にこのタレをかけます。あんかけご飯、これ28元。安くない？ 600 円しない。アワビは1個入ってる。うまい。濃いでしょ。なんだろう。初日にも食べたけど、このエビまんじゅうみたいなやつ。
まい。このエビ蒸し餃子超うまいから、早くあったかいうちに食べた方がいいわ。こっちの方がうまいかもしんない。さすがに一口はね、ちょっともったいないかな。うん。これ美味しいね。口の中にエビが一気に5個ぐらいビリビリビリって出てくる。備え付けが砂糖とからし。最初からしだけつけたけど砂糖も意味があってつけるとうまいんですね。半分砂糖半分からしで、意味あるよね。北京ダックに砂糖つけるのと同じ原理じゃん。脂身に砂糖が合うんだね。アワビどう？食べた？干しアワビこれ。じゃあうまいんじゃない？干しアワビ。アワビ。写真ね見てた縮尺と違うものが来てめっちゃでかいんだけど、絶対6個もいらなかったな。ほら見て、でかい。味がコロッケじゃない。もう電気消えちゃったもんな。嘘でしょ。ねえ。9時まで。10時だよ。コロッケじゃん。あ、ついた。中にあんが入ってる。あ、うまいかも。食べてる。肉まんのあんみたいなやつ入ってる。そうだ、じゃがいもコロッケのタロイモ版みたいな。うん。クリスピーポーク最後の1個。これ絶対食べた方がいいよね。美味しかったです。ごちそうさまでした。ホテルの近くのワンタン麺が美味しいお店で朝ごはんを食べて空港に向かって帰りたいと思います。いよいよ最後の食事となりました。ライミエギャンはワンタン麺を看板に掲げる広州の人気麺店。滑らかで弾力のある麺が特徴です。香港発祥のお店で地元の人からも観光客からも人気のある一軒です。メニューありがたいね。写真ついてるとこんなにスムーズかと。早かった。すぐ来た。すごいね。美味しい。好きなやつだな。うまそう。いただきます。何これ。めっちゃくちゃうまいんだけど、硬さが半端なくて味付けがめっちゃうまい。エビがプリップリ。エビがこんな大きいんだよ。うまい。この細い麺が食感が日本であんまり食べたことない。なんか例えるならビーフンみたいな感じかな。ワンタン麺。うまっ。生姜の味とエビの味と麺のこのパリパリ感がめっちゃ合う。ここに書いてある。香港のミシュランに載ってるらしい。なんかエビのさ、このワンタン麺とやっぱチャーシューが推してるみたいですね。チャーシューご飯食べましょう。チャーシューご飯。就揀下裝嘅話就100，唔指定嘅話隨都咁。うまっ。チャーシューはただ甘いだけじゃなくて、なんか香ばしい薬膳系の風味がくる。どれが好き？全部うまい。エビだけが入ってる。今まで食べたエビワンタン麺の中で一番うまいかもしれない。テーブルにあるマーラータレがめちゃくちゃうまいです。カリカリ豚とチャーシューだったらチャーシューの方が好きです。最後の一軒に選ぶのにはベストチョイスだったとは思うんですけど、さらに広州に後ろ髪引かれるような思いで帰るという。時間が経ってもそんな伸びないんだよね。完食です。
すごい美味しかった。空港へ向かいたいと思います。ごちそうさまでした。やっぱパンチ効いたものが多かったね、今週は。じゃあ量を食いすぎて、一食の量を減らすべきです。そうではなく、いかがでしたでしょうか。初めての広州グルメ旅。食は広州にありという言葉だけでは言い足りないくらい、心に響く食体験が目白押しでした。天津、ヤムチャ、海鮮、お肉、何を食べても本当に美味しくて、この街が食の宝庫と言われる理由を実感しました。皆さんも広州に来ればきっと忘れられない美味しい味に出会えると思います。また次回の動画でお会いしましょう。